ロボット掃除機買ってみたいけど高いものじゃないとやっぱりいまいちなんでしょ。こう思われている方多いと思います。でも今やロボット掃除機の戦国時代、安いモデルも性能が一昔前とは段違いです。今回は10万円以下のモデルでどんな性能差があるのか実機レビューしていきます。自分に合ったロボット掃除機は果たしてどの価格帯なのか参考にしていただければ嬉しいです。それではやっていきましょう。今回は特徴、価格、掃除性能、水拭き、障害物回避、気になったところ、総評という流れでご紹介していきます。まずは特徴、ラインナップも合わせて触れていきます。今回ご紹介するモデルはドリーミーのネット販売モデル計5モデルです。形は似ていますが中の機能はだいぶ違っています。数が多いので特筆すべき点をテンポよく解説していきます。まずは一番右の F10 シリーズ、いわゆるオーソドックスなロボット掃除機。今回ご紹介する中では一番安価なモデルです。充電台がついているモデルと自動ゴミ収集機能もついたモデルがあります。自動ゴミ収集機能とは、ロボット掃除機が家中の吸い取ったゴミをステーション側の紙パックに吸い上げる機能。ゴミが本体に残らないのでメンテの頻度を大幅に落とすことができます。メーカー好評で90日間ゴミ捨て不要。これが非常に便利で、一度体験するともう戻れないという声も多く聞きます。吸引力スペックは最大13000パスカル。これは他社の同価格帯のものと比較しても高く、数年前はせいぜい5000パスカルあたりのモデルが多かったことを考えると十分なスペックです。メインブラシはシングルのゴムブラシ。髪の毛は絡みづらいですが、かき出し能力はその分弱めな傾向です。また自分でタンクに給水する必要はありますが、水拭きにも対応しています。水拭きの方式はいろいろありますが、本モデルは単体モップをただ引きずるタイプ。床の表面にあるホコリを取るものでゴシゴシするわけではないので、過度な気体は禁物です。安価なモデルはこのタイプが多いです。モップは外せるようになっており、汚れたら水洗いして干すといった使い方です。次に D20 シリーズ、 F10 から変わったところを青字で記しています。こちらも充電台がついているモデルと自動ゴミ収集機能がついたモデルの展開です。基本的に F10 のスペックそのまま継承ですが、紙パックがより大容量となり150日間ゴミ捨て不要というメーカー好評スペックです。それからメインブラシが2本となり、毛絡み防止がより強化されています。ブラシはゴムブラシとゴムと毛の混合ブラシの併用。かき出し能力にも期待できます。ペットの毛などは使っているうちに絡んできますので、ハサミでいちいち切る作業が面倒ということであればあった方がいい機能です。吸引力は F10 と同じスペックですが、混合ブラシを使っている分カーペットのかき出し能力も期待できそうです。最後に L40 ウルトラ CE。 先ほどから数字にいろんなアルファベットがついていますが、ロボット掃除機業界は本当にモデル名が分かりづらいです。基本的に数字が大きい方が上位モデルと考えていいでしょう。ここまで来るとだいぶ高性能になります。まず水拭き性能。今までのモデルは自分で給水する必要がありましたが、こちらはステーション側のタンクに水を汲んでおけば自動で給水。そして掃除後モップを自動洗浄、温風乾燥します。モップを洗浄した汚水はこの汚水タンクに溜められ、ユーザーはこれを捨てるだけでよくなります。ここまで来ると全自動といって差し支えなく、だいぶメンテの手間を抑えられますし、水拭きもしてみるかという気持ちにもなりやすいです。モップも先ほどの引きずりタイプから丸型の回転加圧タイプに変わり、拭き性能が高くなっています。メインブラシは1本ですが、髪の毛をカットして絡まりを防ぐトライカットブラシを採用しており、こちらも性能が高いです。
カーペットは自動で検出し、自動で吸引力を上げ、モップもカーペットが濡れないように持ち上げるリフトアップ機能がついています。本体前方にストラクチャードライトカメラが搭載され、障害物回避性能も期待できます。ストラクチャードライトカメラとは、物体にストライプ状のパターンを投影し、その歪みを別の角度からのカメラで撮影。これにより物体の形状や奥行きを計算する技術です。工場の製造ラインで部品の形状チェックなど自動検査する装置に用いられています。続いて価格。今回は10万円以下のモデルということで、お値段も比較的抑えられています。F10 シリーズは自動ゴミ収集機能がついたモデルで、税込み 44,800 円とかなり頑張った価格。自動ゴミ収集機能自体は2020年前後から流行りだした機能で、当時は15万円以上したものが年々下がり、今ではついにこの価格まで来ました。半額以下です。この2モデルならステーション付きのモデルの方が個人的にはおすすめです。価格差分の価値を感じることができると思います。続いて D20 シリーズは F10 シリーズ同様、十分コスパが高く、毛の絡みに悩まされている場合はこちらがおすすめとなります。 L40 ウルトラ CE はお値段が税込み 97,300 円ということで、10万円ギリギリの製品ですが、少し前なら20万円近くしたスペックの製品です。ここまで来ると水拭きも妥協したくない、メンテを極限まで減らしたいという方におすすめできます。続いて掃除性能。各モデル同じ吸引力スペックということで、そこまで大きな差はありませんでしたが、デフォルト設定はかなり静かに感じました。重曹、猫砂、ホコリをゴミとして用意してみました。吸引力スペックは全モデル13,000パスカルを誇り、他のロボット掃除機の中でも高い方ではありますが、デフォルト設定は静音性に重きを置いた調整なのか、吸引力はやや控えめに感じました。大きなホコリは吸いきれなく残ったり、 D20 シリーズでは猫砂もやや残りました。ただこちらはアプリで吸引力を上げる設定にすればある程度解決します。掃除を初めて開始すると、各部屋マッピングをしながら時間をかけて掃除していきます。アプリは各モデル共通で、生成されたマップはアプリ上に記憶されます。一度マップを作成していれば、次回からはさらに効率よく掃除していきます。アプリ上のマップは 3D 表示できるほか、任意エリアの掃除、禁止エリア設定、吸引のみの運転、水拭きのみの運転、清掃予約スケジュール、それから部屋の編集でカーペットや家具が置けたり、任意でゴミ収集させたり、モップ洗浄もできます。思いつくものは大概できるでしょう。家具への当たりは基本的にソフト。障害物を感知するとスローダウンして優しく接触、ギリギリまで掃除します。これは全モデル試してみましたが、皆この動きをします。各モデル本体高さも抑えられており、狭い家具下にも入り込み、普段掃除しづらい部分も念入りに掃除してくれます。ライトは未搭載です。毛絡みは今回15センチほどのミシン糸で実験。D20、L40 ウルトラ CE はメーカー公表通り絡みは見られなかったものの、F10 の方はブラシに絡みが見られました。絡み対策の有無で性能差はありそうです。一通り掃除するとステーションに戻って、ゴミをステーション側の紙パックへ移します。この時の音はそこそこ大きいです。猫砂など質量が大きいものも各モデルともしっかりとステーション側へ移動していました。ものによっては猫砂は本体側に残るモデルもありますので、取りこぼしのない点は素晴らしいと思いました。続いて水拭き。逆にこちらは明確な性能差が出ます。D20、F10 シリーズの水拭きは表面を軽く拭くタイプなので、ソースを垂らした床面も拭き残しが目立ちます。
一方 L40 ウルトラ CE の方はこのようにきれいに拭き上げます。拭き方も設定にもよりますが、丁寧に時間をかけて拭き上げる傾向で、時間はかかるもののその分仕上がりも満足いくものでした。また本モデルはカーペットも自動検知し吸引力を強めるほか、水拭きモップでカーペットを濡らさないように持ち上げるリフトアップ機能も搭載されています。このリフトアップ機能がないとカーペットはモップによって少し濡れてしまうでしょう。段差の乗り越えは全モデル2センチまでというスペックです。シャチパン家にちょうど厚さ2センチほどの固めな絨毯がありますが、模様も相まってか結構鬼門で、今まで何台ものロボット掃除機を返り討ちにしてきました。今回ご紹介する各モデルは全て難なく乗り越えて掃除ができました。優秀だと思います。2センチの絨毯は割とある方だと思いますので、これは個人的には嬉しいポイントです。続いて障害物回避。これはやはりカメラの有無が大きいです。基本的にカメラのない D20、F10 は本体高さ以下の小物全般の回避はかなり難しく、このようにうまく避けられず接触したり引きずったりします。これは原理的に仕方のないことです。一方カメラありの L40 ウルトラ CE の方は小物系含めてうまく回避し避けていますが、回避難度の高いコード系の回避はシャチパンの判定的には NG。 ただ小物系を散らかした状態で掃除できたとしても、果たしてそれは掃除したことになるのかという視点もありますので、この機能自体をそう重視されない方もいます。次に気になったところです。価格を考えると基本的性能はしっかりしており、アプリも特に使いづらい点のなかった本機種ですが、強いてあげるとすると L40 ウルトラ CE はやはり先ほどの回避性能、コードは回避してほしかったという点。ただコード回避はストラクチャードライトカメラに加え、物体認識用カメラとの併用で回避するのが一般的です。10万円以上の上位モデルであれば併用モデルがラインナップにありますので、また違った結果となったかもしれません。 D20 はこの価格帯なら水拭きを引きずり式ではなく、一歩進んだ振動加圧式として欲しかった点。 F10 は安価でコスパの高いモデルなのですが、給水の仕方が個人的にやや面倒で、下からスライドしてモップごと引き抜く方法になります。 D20 は蓋を開けて簡単に取り出せるので、こちらの方が分かりやすいかなと思いました。最後に総評です。今回は10万円以下のドリーミーコスパモデルをご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。少し前までは15万円近くしたゴミ収集ステーション付きのモデルが4万5千円からあり、その価格破壊っぷりに驚きましたが、手の届きやすい価格帯になったことでお試しするにもだいぶハードルが低くなったと思います。 F10 シリーズはロボット掃除機の導入を考えてみたい、水拭きも試してみたいという方にお勧めできるかと思います。 D20 シリーズとなると毛絡み防止がかなり強化され、髪の長い女性の方やペットを飼っている方などに刺さるモデル。 L40 となると水拭き性能やメンテ周りの使い勝手が強化され、全てを全自動で運用できる点が非常に優秀です。忙しい現代人にとって掃除をする時間はもったいないです。機械に任せられるものはささっと機械に任せ、自分の趣味の時間の捻出や自己啓発をした方が幸福に感じることが多いでしょう。価格も少し前に比べると抑えられており、高性能化がだいぶ進みました。初めて使う方にとってもタイミング的にちょうどよく、清掃の概念が変わるかもしれません。本モデルが気になった方はぜひ参考にしてみてください。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。それじゃあ空いた時間でガンプラでもやっていきますか。